心が未成熟で依存心が強い人は、ああしてほしい、こうしてほしいが激しく強いです。これをパートナーに投影すると、パートナーにああしろ、こうしろと、あれもこれも要求されているように感じます。そこで頼まれてもいないのに尽くしすぎてしまいます。でも相手は、ああしろ、こうしろと言ってもいなければ、思ってもいないので、勝手にそれをしてくれても嬉しくありません。それなのに、嫌われることに怯えて、いつも尽くしすぎて、疲労困憊しながら憎しみを溜めていくということが、アダルトチルドレンには起こりがちです。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。皆さんは投影という言葉にどのようなイメージを持っていますか？ちょっとした誤解ぐらいに思えるかもしれません。でもアダルトチルドレンの投影はちょっとした誤解では済まないことが多いです。例えばアダルトチルドレンは莫大な量の憎しみを抑圧している人が多いです。投影してこの自分の憎しみを相手が持っているように勘違いするだけならまだいいですが、もともと相手にはこちらに対する憎しみを持っていなかったのに、相手にこちらに対する憎しみを本当に持たせてしまうことがあるとしたらどう思いますか？アダルトチルドレンは本当にこういうことを無意識でしてしまうんです。そういう心理的メカニズムがあります。投影と自己成就予言、投影性同一視、これらをきちんと理解することでそれらを防げるようになります。今日はいつも人間関係を壊してしまったり、人間関係でくたくたに疲れてしまったりするアダルトチルドレンが少しでも生きやすくなるためのとても大切な話です。1、社会的投影とは。2、防衛規制の投影とは。3、投影性同一視とは。4、アダルトチルドレンが防衛規制を多用しやすい理由。5、多用しすぎの問題点。6、どうすればいいかという対策。7、ポイントの振り返りと補足。8、すぐにできること。このような順番で話します。まずは社会的投影です。社会的投影は防衛規制ではなく社会心理学の用語ですが、分かりやすくするためにイレギュラー的に混ぜておきましょう。社会的投影とは、自分の思考、感情を他者も同様に持っているはずだと無意識に仮定する傾向です。つまり自分の思考や感情を相手も同じように考えたり感じているだろうと錯覚してしまうことを言います。例えば M1 を見ていて、自分はこのコンビが一番面白かったから絶対このコンビが優勝だと感じているのも社会的投影が働いています。全審査員も自分と同じ感覚を持っているだろうという社会的投影です。あるいは自分がある本を読んでとても強く感銘を受けたら、他の人も同じように感じるはずだと感じる場合もあるかもしれません。実際に Amazon のレビューを見てみたら評価が低く、自分の期待とズレがあったというのは、この社会的投影による誤認だと言えます。我々はこのように情報不足の中で、情報不足と気づかずに他者を推測し間違うことは誰にでもよく起こります。次は防衛規制の投影です。投影は自分の中にある受け入れがたい感情や欲求を
無意識的に他者のものだと思い込む心理的メカニズムです。例えば、憎しみとか怒りとか劣等感とか自己中心性などを自分にあるとは誰でも思いたくないので、このようなものを自分にはないということにして、代わりに相手にそれがあるということにしてしまいます。具体例を出すと、浮気願望がある人は、パートナーが浮気をしているに違いないと感じたりします。実際は、パートナーには浮気願望がなくても、自分の中にあるので、それを投影すると、間違いなくパートナーは浮気をしている。あるいは、浮気を従っていると感じてしまうんです。これが投影です。また、デートをして、相手を満足させられたかどうかものすごく心配になる人がいます。あるいはデートがまるで試されている試験かのように感じるような人もいます。このような人は自分自身がああしてほしい、こうしてほしいという依存の姿勢があるから、それを相手に投影して相手にああしてこうしてという見えない圧力をかけられているように感じているのかもしれません。こういうのもあります。自分が同僚の A さんを激しく憎んでいるとします。これを投影すると A さんはこちらを憎んでいなくても A さんに憎まれているように感じます。そこで怯えなくていい人に怯えて過ごすので疲れるし、一人相撲で憎しみはどんどん増えます。あるいは親である自分が不安だとします。これを子供に投影して、この子は周りと比べてちゃんとしていないので不安だと感じます。どれも意図的にしているのではなくて無意識です。なので本人は自分はそんな感情を持っていない、相手が持っていると信じきっています。自分にあるものを他人にもあるとみなすという点では、社会的投影も防衛規制の投影も同じです。違いとしては、防衛規制の投影は無意識的な防衛反応であり、自分の中の受け入れがたい感情や欲求を他者にあるとしてしまう点が特徴です。一方、社会的投影は自分の思考や感情などを他者にも当てはめて推測する認知バイアスであり、必ずしも防衛的ではないし、受け入れがたい感情とも限りません。次は投影性同一視です。投影同一化などとも言われます。投影はフロイトが提唱した防衛規制ですが、投影性同一視はメラニー・クラインが提唱した防衛規制に関連する概念です。自分の中にある受け入れがたいものを自分にはないとして他者にあるとするのが投影でした。投影性同一視はそこで終わらずに、相手にそのような感情などを実際に持たせてしまいます。わかりやすい例を出してみましょう。本当は自分の中に異性への興味や誘惑したい気持ちがあります。でも異性を誘惑するのは恥ずかしい行為だと感じているとします。この時に相手が私を誘惑していると思い込むのがいわゆる投影です。さらにこのような人は無意識のうちに自分が相手に誘惑的サインを送っているかもしれません。そして相手がそれに反応することで、やっぱり相手が誘惑してきたと感じることに成功します。これが投影性同一視の例です。こういうのもそうです。本当は父親である自分が怖がりだとします。大人の男性なのに怖がりというのは受け入れがたいです。すると子供に投影します。そして無意識でそう確信したいので、子供の少しでも怖がりなところを探し出します。そこで子供がその年齢にしては
当然の怖がりを見せると、お前は怖がりでだらしないな、それでも男かとそこをめちゃくちゃ責めます。その結果、本当に子供が萎縮した性格になることがあります。これも同じです。本当は父親にあった怖がりというものを子供に投影して、子供が怖がりだとただ思うだけではなくて、子供の中に本当に怖がりを入れてしまっています。これは恐ろしいことだと分かってもらえるように、もう一つ例を出しましょう。自分が相手に嫌悪感を持っているとします。さらに、アダルトチルドレンの多くは、幼少期の体験からネガティブな感情が内面に蓄積しやすいです。やがて自分では扱いきれないほど強く膨れ上がることがあります。こんなものすごい感情は自分では抱えきれないと無意識に感じるほど膨れ上がると投影が起こりやすくなります。ここにはその感情を他者のものとみなそうとする無意識の必要性があるということです。また、無意識で相手に嫌悪感を持っていることもあり、知らず知らずのうちに相手に冷たい態度をとったり、言葉にトゲが混ざったり、イライラした雰囲気を出したりしてしまいます。その結果、相手は実際に不快になり、なんだこの人ムカつくなと嫌悪感を抱き始めます。このように、もともと相手はこちらに嫌悪感を持っていなかったのに、無意識の仕掛けで相手に嫌悪感を感じさせてしまう。これが投影性同一視です。投影だけで終わらずに、実際に相手の内面に嫌悪感を生じさせるため、投影より恐ろしいです。そして、自分にとって認めがたいネガティブな感情を相手に作るということは、嫌悪感だけではなく、怒りやら憎しみやらも相手に入れてしまうということです。だから、このような投影や投影性同一視を多用していると、人間関係がどんどん難しくなってしまいます。次は、アダルトチルドレンは投影などの防衛規制を多用しやすい理由です。簡単に言うと、防衛規制は自己防衛です。アダルトチルドレンは親に守ってもらえる環境ではなかったので、自分で自分を守るしかなかったんです。だから、過度な自己防衛の習慣が身についています。過度に自己防衛しないと怖いということです。そこで防衛規制も多用してしまいがちです。もう少し具体的に言うと、多くのアダルトチルドレンは本来の自分の感情や欲求を否定されたり無視される環境で育ってきます。その結果、自分の内面をそのまま感じたり本心のまま生きることが難しくなります。人によって違いますが、例えば育ってくる環境で怒ってはいけないと思わされた人は怒りを感じても抑圧します。泣くと見捨てられると感じた人は悲しみを感じないふりをしながら生きてきます。あるいは愛されずに育ったがために憎しみをためていても、小さい子供は一人では生きられないので、それも抑圧します。こうして抑圧されたネガティブな感情は心の奥に残っています。つまり他人に投影されやすいということです。また、アダルトチルドレンは機能不全家族で育ってくるので、自分は全く価値がない人間、自分は誰からも愛されない存在など、極端に悪い自己イメージを持っている人が多いです。自己イメージが悪ければ
投影が起こりやすいというのは容易に想像できると思います。例えば、自分が私なんか価値がないと思っていれば、恋人がちょっとスマホを見ただけで、恋人は退屈している、私に興味がないんだと感じやすくなります。次は投影を多用していると出る問題点を考えてみましょう。一つ目は人が怖くなります。すでに話したように、アダルト・チルドレンは不適切養育を受けながら育ってくる人が多いので、憎しみをためています。小さい子供はひどい親であっても親がいないと生きられないので、親に憎しみを持ってもそれを意識もせずに、つまり抑圧しながら生きてきます。また、親に支配され服従しながら生きてきた人は、その生き方しか学んでいないので、親以外の人にも服従しながら生きていくことが多いです。何十年もこのような生き方をしてくれば、憎しみは積もりに積もって莫大な量になります。はい、ここでクイズです。なぜ莫大な量の憎しみがあると人が怖くなると思いますか？ちょっと動画を止めて考えてみてください。動画を止めましたか？じゃあ考えてみてください。自分なりの答えを出してから次に進んでくださいね。正解不正解は大した問題になりません。考えたか考えていないかが記憶に残るかどうかの大きな違いになります。では答え合わせです。答えは投影するからです。自分が相手を激しく憎んでいれば、相手に激しく憎まれているように感じるということです。アダルト・チルドレンはこの誤解で人生をとても難しくしている人が多いです。2つ目は現実がわからなくなります。アダルト・チルドレンはもともと現実に沿って生きられていない人が多いです。それをいかに現実通りに世界を見れるようになるかが生きやすくなるために重要です。でも防衛規制の投影が働くと、自分の中の怒りとか不安とか劣等感などネガティブ感情を他者にあるとみなすため、現実とのズレが生じます。その結果、例えばパートナーにこちらを責める意図が一つもなくても、パートナーの言動をこちらに対する批判で責められていると感じてしまうということです。もちろんパートナーだけに限らず、周りの人の言動を自分への批判とか自分への敵対的な言動と受け取り、不必要に防衛的になったり、あるいは攻撃的になってしまいます。本当に不必要なんです。第三者から見ると、なんでそんなことで起こり出したのか理解できないことが本当にあります。そしてここで大事なことは、ただ現実がわからないだけではなくて、間違っている方を絶対に正しいと思い込んでしまうということです。例えば投影をして一人相撲で相手に責められていると感じているとしても、そう感じていれば相手にそれが伝わり、不快感を持たれます。そこで本当に責められるようになっていきます。結果として相手に不快感情を持たせるというところだけを見ると、投影性同一視と似ていますが、これは投影性同一視ではなくて自己成就予言です。結果だけ分かっていれば細かいことを覚える必要はありませんが、細かいことを言えば自分の中の受け入れがたい感情や欲求を無意識的に他者に投影し、そして知らず知らずのうちに相手がその感情を持つような言動をすることで、実際に相手をそのような状態に変えてしまうのが
投影性同一視でした。一方、こうだろうと信じていて、その通りに行動するから相手にそれが伝わり、実際にこうなってしまうというのは自己成就予言とか自己達成予言と言われるものです。投影はこのように投影性同一視につながるだけではなくて、自己成就予言にもつながります。自分の中の受け入れがたいものを投影するという投影の性質上、どちらもネガティブな現実を引き起こしてしまうという点で、とても恐ろしい現象です。いずれにしても勘違いで始まったものであっても、結果的に本当に相手に責められるような現象になってしまうことがあります。この現象は一人相撲で始まった自分は責められているという感じ方を絶対に正しいと思い込んでしまうということです。つまり認知の歪みを強化され続けるということです。さらに現実がわからないということは、自己成長に必要な自己理解もできません。例えばわかりやすい例で言うと、小さい頃からの親への憎しみを筆頭に憎しみの塊になっている人は、見るからに表情が歪んでいるし、態度が硬いし、あの人にもこの人にもイライラしているし、明らかに苦しそうにしています。でも本人は大元の親への憎しみには気づいていないので、大人になってから接する人みんなに憎しみを振りまいています。つまり自分の憎しみを周りに投影しています。この人は自分の側に莫大な量の憎しみがあるということに気づかないことには、今目の前にいる人が悪いと本気で思い続けます。これでは自分をイライラさせる人ばかりが次から次へと現れますが、でも本当の問題に気づいていないのだから改善のしようがありません。3つ目は人間関係の絆が非常に大きく壊れます。ただ壊れるのではなくて、非常に大きく壊れるというのは、相手は投影によって勝手に自分を歪曲されれば普通のいざこざ以上に傷つくからです。アダルトチルドレンはいつも悪気はないので気づかないんですが、相手の立場になって考えてみると分かりやすいです。相手にしてみたら投影されて誤解されるということは、何もしていないのに勝手に不必要な疑念や不快感を持たれるということです。投影を超えて投影性同一視なら、相手はネガティブ感情を強引に植え付けられるわけですから、なおさら不快です。さらに問題は、投影している本人は無意識なので、自分が投影しているとは気づきません。それどころか、自分は現実を見ているとしか思えません。相手は嫌なやつだとしか思えません。こうなると、間違いであっても当然謝ることはないし、むしろもっとひどい態度を取るようになっていきます。こうなると、関係悪化は深刻化していきます。では、どうすればいいかという対策です。まず投影は自分の中にある受け入れがたいものを他人にあると感じるものでした。ということは、自分がありのままの自分を受け入れられるようになることがとても重要です。長期的にはそれを目指していきましょう。そうは言っても、今まで何十年もありのままの自分を拒否して生きてきた人が、急に自分のすべてを感情的に受け入れられるようになるわけがありません。それまでの間は理屈を考えましょう。理屈を考えるとは、例えば
感情的には相手に激しい憎しみを感じているのであれば、まずそれに気づくことが大切です。自分は激しく憎しみを感じていると気づいた次は、もしかしたらこれは投影ではないかと思考に一拍入れてみるということです。ただこれは投影ではないかと考えても、投影ではなく事実だとしか思えないと思います。なので、もう少し理屈を上乗せします。例えば、憎しみで言うなら、自分はこれまでの人生で憎しみがたまるような生き方を強いられてこなかったか、このように考えてみてください。アダルトチルドレンは依存心が強い人が多いですが、依存心が強いと憎しみは抑圧されます。依存しないと生きられないのだから、依存している人を憎むわけにはいかないからです。憎むわけにはいかなくても、ひどい扱いをされていれば憎しみはたまります。意識できないだけでたまります。日常でこの気づいていない憎しみを投影しているのですが、気づいていないから投影だとは思えないんです。気づいて、そして大元に誰かへの激しい憎しみがあるとはっきりと意識できれば、目の前の人に憎しみを感じたときに、この怒りは本当は大元の誰々への憎しみではないかと思い直せるということです。あるいはパートナーにああしろこうしろ激しく要求されているように感じて、無理して頑張って尽くしすぎていると感じるなら、もしかしたら自分の方がああしてほしい、こうしてほしいという激しい依存的欲求を持っているのではないかと自分を内省してみましょう。自分にそれがあると認めたら、次にああしろこうしろ要求されているように感じたときは、これは投影ではないかと思考に一拍入れられます。これも理屈を足すと、人は安全な環境で十分に愛されて育ってこないと心が育たないので、アダルトチルドレンは依存心が強い人も多いです。依存心が強ければ言葉では言えなくても心の中ではああしてこうしてがものすごく強いです。そして依存が強いということは嫌われることもものすごく怖いです。ということは、ああしてこうしてがものすごく強いのに嫌われるのが怖いから言えません。さっきの憎しみの話につなげると、この状態だからものすごく憎しみがたまりやすいんです。自分はああしてこうしてが強くないか、また憎しみを抑圧していないか、気づいていない人はこれに気づくことでだいぶ楽になります。投影で人が怖い人も人が怖いと感じたときに、自分は今恐怖を感じている。でもこの恐怖は自分の内面から来ている可能性があると自分に言いましょう。そして恐怖が強い人は恐怖が過ぎ去ると何もなかったこととしてまた次の恐怖に備えますが、恐怖が過ぎ去った時は自分が実際に感じた恐怖と予測していた恐怖がどれぐらい一致していたかきちんと振り返ることが大事です。実際に話してみたらそこまで怖くなかったのであれば、そのことをはっきりと脳に刻み込みましょう。それでも自分では投影なのか現実なのかわからないときは、信頼できる第三者に聞いてみることも有効です。私はこれこういうことがあって A さんに責められているように感じたんだけど、あるいは嫌われているように感じたんだけど、どう思うと聞ける人がいればいいのですが、アダルトチルドレンはカウンセリングでも受けない限り
なかなかそのような人がいないのが普通です。でも、どう思うとは聞けなくても、これこれこういうことがあって A さんに責められたとは話せる人も多いのではないでしょうか。そのような時の第三者の反応が、それは A さんはあなたを責めたんじゃなくてこういうつもりだったんじゃないのという反応だったとしたら、どうせ誰も私のことを分かってくれない、みんな私の敵だではなくて、一応検討材料としてキープする姿勢と心のゆとりを持つことも大切です。また無意識のうちに、なんであんな言動をとってしまったんだろうというようなことがあったら、それは投影性同一視と関連していないか一応チェックしてみてください。ではポイントを振り返りながら補足します。社会的投影とは、自分の思考や感情を他者も同様に持っているはずだと感じる傾向です。防衛規制の投影とは、自分の中にある受け入れがたい感情や欲求を無意識的に他者のものだと思い込む心理的メカニズムです。投影性同一視は、自分の中の受け入れがたい感情や欲求を無意識的に他者に投影し、そして知らず知らずのうちに相手がその感情を持つような言動をすることで、実際に相手をそのような状態に変えてしまう心理的メカニズムです。ついでに自己成就予言もやっておきましょう。自己成就予言とは、こうなるだろうと信じていて、その通りに行動するから、実際に本当にそうなってしまうという現象です。これらはネガティブな感情を抱きやすいアダルトチルドレンにとっては、人間関係をとても難しくする要因になります。これを全部本当の意味で体の芯から理解ができて、このようなものを対応しなくなれば、だいぶ生きやすくなります。そうは言っても、無意識で対応してしまっているので、まずは自分がそのようなことをしていると気づくことがとても大切です。気づいていないときは、例えばこのようなことが起こります。心が未成熟で依存心が強い人は、ああしてほしい、こうしてほしいが激しく強いです。これをパートナーに投影すると、パートナーにああしろ、こうしろと、あれもこれも要求されているように感じます。そこで頼まれてもいないのに尽くしすぎてしまいます。でも相手は、ああしろ、こうしろと言ってもいなければ、思ってもいないので、勝手にそれをしてくれても嬉しくはありません。それなのに、嫌われることに怯えて、いつも尽くしすぎて、疲労困憊しながら憎しみを溜めていくということが、アダルトチルドレンには起こりがちです。アダルトチルドレンのように、心に傷がある人の投影の恐ろしいところは、自己成就予言や投影性同一視も加わって、現実にネガティブな状況をたくさん作ってしまうところです。例えば、自分が相手を嫌っているためそれを投影して、相手も自分を嫌っているに違いないと感じ、その思いから冷たい態度を取るようになります。すると、相手は本当にこちらを嫌いになります。これは自己成就予言です。アダルトチルドレンは全く悪気はないんですが、こういう自滅的な行動が本当に多いです。このように投影はただの勘違いでは終わらずに、自己成就予言や投影性同一視と重なり合って、現実を本当に壊してしまうことが起こります。投影を起こさないようにするには、ありのままの自分を受け入れられるようになることや、人の気持ちを理解できるようになることが大切です。また、
ネガティブな感情を感じていると気づいたときは、今目の前の人に感じているこの怒りは、本当は大元の誰々への憎しみではないかとか、ああしてこうしてと見えない圧力をかけられているように感じるときは、本当は自分の方がああしてこうしてという激しい欲求を抱いているのではないかと考えてみることで救われることがあります。ネガティブな感情を抱いたときは、もしかしたらこれは投影ではないかと一応検討してみるようにしてみてください。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、過去の出来事から学ぼうです。あの時、あのように感じていたのは投影をしていたからではないか。あるいは、あの時にあの人にこう思われていたのは、あの人が勝手に投影してきたからではないか。このような出来事を探してみてください。過去の出来事を、あれは投影だったと分かるようになってくると、現在の出来事でもこれは投影かもしれないと分かりやすくなってきます。アダルト・チルドレンは投影プラス自己成就予言や投影性同一視以外にもよく自滅的な行動をしてしまいます。興味のある方はアダルト・チルドレンの自滅的行動対処法などの動画もご覧になってください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。